やっぱり香港のことは香港の人が決める、これが正しいとアグネスさんはおっしゃってるけれども、しかしこの行政長官の直接選挙に民主派の人が一人も出られないという、つまり直接選挙っていう名を借りているんだけども、候補者は全部北京側が決めるというような状態になっているのが問題なんですよ。そうなると香港のことは香港人が決めるっていうことにはならなくなっちゃう。このあたりは、アグネスとちょっと考え方が違いますね。全く違います。全く違いますか。全く違います。アグネスどうなの？金美玲さんをご存知でしょうか。今の若い人たちは知らない人も多いかもしれませんが、顔を見たら見たことあると分かる人もいることでしょう。評論家としてテレビにも多く出演されていて、発言からたびたび安倍派ではと話題になる人です。そんな金美玲さんですが、現在85歳。ご高齢ではありますが、最近は2019年5月26日、トランプアメリカ大統領が来日した際、金美玲さんと握手したことが騒動となりました。実際はトランプ大統領と金美玲さんが握手した後に、アナウンサーがトランプ大統領が一般のお客さんと握手してと発言したことが今回の騒動の始まりでした。これに対し SNS では、あれ、金美玲じゃねと次から次に更新され、ほんの数時間で170件以上の更新がなされました。その時の金美玲さんですが、姿勢もよく相変わらず愛嬌のある笑顔でトランプさんを出迎えていました。何より全然若い頃やテレビに出演していた時と面影は変わらず、見ていて安心するほどの様子でした。そんな金美玲さんの若い頃がどれほど美人だったか、写真をご覧ください。この美しさで頭脳明晰ときていますから、世の男性はメロメロですよね。さぞかしモテたことでしょう。容姿端麗なのは十分に分かったと思うのですが、独立運動や国策にも関わり、社会的な意識の強い方なので、人間としてもとても味が深く魅力的です。金美玲さんは中国の脅威から台湾を守ろうと活動している一人なのです。詳しく見ていきましょう。金美玲、1934年2月7日生まれ、台湾出身の日本国籍の評論家、政治運動家、学校法人芝英国際学園ジェット日本語学校名誉理事長、元台湾総統府国策顧問、夫、周永明との間に一男一女。TBS テレビ営業局部長の小山真奈は長女。日本統治時代の台湾の台北の裕福な家庭に生まれる。1953年、昭和28年に台北市内の台北市立第一女子高級中学を卒業後に結婚。国際学者、留学生会館に勤務した。1956年、22歳の時離婚。1959年、昭和34年、25歳で早稲田大学第一文学部英文学科に留学。翌1963年、昭和38年に同大修士課程に進学。1964年、昭和39年、東京大学大学院博士課程在学中の周永明と再婚。学生結婚し、一男一女を設ける。1971年、昭和46年、早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。早稲田大学の大学院生時代から聖心女子学院高校、東京女子大学、東京理科大学で非常勤講師を歴任。早稲田大学では1996年、平成8年3月まで20年以上、英語非常勤講師を務めた。1975年、昭和50年から1976年、昭和51年までケンブリッジ大学客員研究員として渡英。日本滞在中の1962年、昭和37年、台湾独立運動を推進していた台湾青年社、後の台湾独立建国連盟に参加。早大在学中には台湾独立建国連盟が発行する機関誌の英語版編集長を務め、他の台湾人留学生らと大学同窓会、台湾同門会を結成。そのため夫と共に反政府活動家として政府のブラックリスト、黒名単に登録された。旅券は剥奪され、日本で事実上の亡命生活を送った。
1987年、昭和62年7月15日、台湾で1949年、昭和24年5月20日以来38年間続いた戒厳が解除。翌年、李登輝が台湾人初の中華民国総統に就任。台湾民主化の流れの中でブラックリストを解除され、31年ぶりに帰国した。翌1988年、昭和63年、学校法人芝英国際学園3月、ジェット日本語学校4月を設立。2000年、平成12年に発足した民進党の陳水扁政権では、日本に亡命していた孔祥道らブラックリスト組の204名らとともに中華民国総統府国策顧問の一員となった。2005年、平成17年2月28日に総統府国策顧問を辞任。同年5月20日に復帰したが、2006年、平成18年6月2日に総統府が機構改革のため国策顧問ポストを置かないことになり、再辞任。2009年、平成21年9月、日本へ帰化。2017年、平成29年、秋の叙勲で旭日小綬章を受章。安倍晋三の支持者としても知られ、バーヤを自称するほか、2012年、平成24年には安倍の首相再任を要望する、2012年安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会の代表幹事の一人として名を連ねました。また安倍の資金管理団体、新和へ年間100万円の政治献金を行っています。2014年、平成26年8月、NHK プロデューサーを務める義理の息子、長女の夫が身分を一般人であるように偽り、やはり献金をしていたとして、新和へは政治資金規正法違反、虚偽記載で告発されている。発言を見てみましょう。永住外国人参政権に関して2000年、平成12年、永住外国人の地方参政権付与法案に関する当事者の在日韓国、台湾人を交えた民間非営利団体主催の討論会にて、在日韓国人の代表として出席した朴正則が、私は戦前から日本国籍を持ち、日系朝鮮族として学徒動員された。だが、終戦後の1952年、突然、日本国籍を奪われた。参政権が欲しいなら日本に帰化しろというが、もともと国籍を持っていた私たちが、どうして新しく国籍をくださいという必要があるのか。参政権は差別撤廃の象徴だとして旧植民地出身者やその子孫である特別永住者への地方参政権付与は日本の戦後処理と迫ったのに反論し、参政権は永住者に得になるが私はあえて反対だと訴えた。韓国人の参政権要求は日本へのルサンチマン恨みだ。一世の恨みを二世三世にすり込んで、彼らは日本で本当に幸せに暮らせるのか。日本と運命を共にしたい人が国籍を取り、参政権を持つべきだとし、日本人は参政権をあまりに軽視している。この問題を通じて、日本人こそ日本とは何かを真剣に考えるべきだと提案した。安倍晋三との関係。安倍晋三首相のバーヤとして一言言わせてもらえれば、彼は生まれと育ちが全てプラスの方向に作用してできた人間だ。政治家の3代目として生まれ、何のコンプレックスもなく育った。だから威張らないし裏切らない。そして徹底的に素直で前向きであり、戦う勇気がある。安倍晋三総理大臣を求める民間人有志による緊急声明。2012年9月10日、今我が国は内外の脅威にさらされ、幕末と同様の国家的危機にある。これを乗り越えるには安倍晋三総理大臣の再登板しかない。この強い思いを安倍晋三氏に託し、この緊急声明文を発表する。1、戦後最悪の国難を打開するには安倍晋三氏再登板しかない。日に日に過激さを増す周辺諸国の挑発外交に歯止めをかけながら日本の国益を追求するという強さとした高さ、そしてバランス感覚を兼ね備えた外交をできる人物は安倍晋三氏しかいない。2、今首相経験者こそが求められている。民主党政権の3年間にわたる素人政治主導により混迷する国政を速やかに回復できる人物は首相として短期間ながら多くの実績を残した安倍晋三を置いてない。
3、その場しのぎでない足元の揺るがぬ政治を。民主党政権は日本の危機を救うどころか、それを招いた張本人である。だが同時に自民党にも責任はある。これまでの自民党政権は理不尽な野党、マスコミ、海外勢力に対してその場しのぎの場当たり的対応を行ってきた。今こそ古い政治に決別し、明確な国家観に基づいた新しい政治を行うべき時に来ている。前回の政権時、戦後レジームからの脱却を掲げ、この場当たり政治への決別に挑戦した安倍晋三氏が再度手腕を発揮すべきだ。4、政界再編の旗頭として自民、民主の二大政党のどちらも党内において政策面での対立を抱えている中で、健全な保守を軸とした政界再編こそが日本政治再生の鍵であり、我々一般国民が求めているものである。平成の保守再編の旗が頭となりうる人物は安倍晋三氏を置いて他にない。5、終わりにあえて安倍晋三氏に申し上げたい、参議院選挙での大敗、そしてその後の総理辞任に対する自責の念に基づく5年にわたる安倍晋三氏の言い訳をしない言動は清くはあった。しかし辞任の原因となった難病も新薬により克服され、万全の体調であると聞く。国難の今、もはや過去にこだわっているべき時は過ぎた。日本の国力がこれ以上損耗する前に、一刻も早い再登板がぜひとも必要だ。今こそ国家国民のために堂々と再起を宣言されることを強く願うものである。金美玲さんと安倍首相との最初の出会いは飛行機だという。何やら安倍総理が遅刻したせいで、金美玲さんが乗った飛行機の離陸が遅れ、遅刻について起こったことがあるんだとか。なるほど、政治的なパーティーでとかではなく、完全なプライベートな出会いだったわけですね。その後に共通の知人の場で再会。そして安倍首相のバーヤを自称し、自民党の支持者としても知られています。日本統治時代に生まれた金美玲さんですが、大東亜戦争の時代、現代のアジア全体は日本が統治しており、当時の台湾に日本の技術でインフラ整備をしたり、建物やいろんな設備などを台湾の方に提供していた時代になります。その当時の台湾人の方はもうすでにおじいさんおばあさんになり、亡くなってる方もいますが、子や孫に日本人のおかげで台湾が成長したと語り継がれ、親日国としても有名ですね。その当時に生まれ育てられた金美玲さんも親日として育てられたのだろうと容易に想像することができます。1945年の日本敗戦後も台湾独立運動は起こらず、中華民国への祖国復帰を多くの台湾人が大きな抵抗もなく受け入れたが、実際に中華民国による統治が始まると、台湾人の多くは腐敗した国民政府に失望し、台湾人と中国人の違いを次第に自覚するようになった。戦後の台湾独立運動はこのような出発点に立ち、中華民国体制を克服し、大陸の中華人民共和国による支配をも拒絶する運動、すなわち中国人ではなく台湾人として生きるための運動として展開されている。独立運動が激化している時に金美玲は青春時代を日本で過ごしている。その後早稲田大学大学院時代に金美玲は台湾青年森の活動に参加している。その後いろいろな台湾独立に関わる運動に参加し、自らも独立運動団体を設立するなどの活動をしていましたが、当時の政府に目をつけられてしまい、金美玲をブラックリストにし、旅券の発行権利を剥奪。日本にいた金美玲は事実上の亡命生活を強いられました。その後台湾人初の中華民総統に就任を機に、台湾民主化の流れが起きて金美玲を含む300人余りのブラックリスト名が解除され、金美玲は31年ぶりに台湾に帰国した。その後2009年に金美玲は日本へ帰化した。台湾という国や金美玲のルーツをたどれば親日の理由がわかる気がしますね。85歳になった今でも国際化を見据えて日本のことを考えてくださっている金美玲さんに感謝の思いでいっぱいです。今後のご活躍を心から願っています。繰り返します。日体は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか。これをやっぱり皆さんは誇りにしなくちゃいけない。